はい、皆さんこんにちは。合気道 F ラボです。どんたく終わりましたか？そうですね。はい。見てないですけど。見てないですね。意外と地元民は見ないようです。はい、ということで早速ですが、今回のお題こちらです。はい、今回ですね、後ろ受け身ということなんですけど、先生リクエストというかコメントがありまして、後ろ反転受け身、はい、ですね。後ろに受ける受け身ってなると、そのバリエーションはそうですね、私の記憶では中学校の武道教育が必須になった時に合気会からいただいた冊子に後方反転受け身、後方回転受け身っていう障害があったんで、今そういうふうに言うようになったんだって認識したのはその時。なるほどですね。はい。ちょっとその辺を整理するという意味でも動画にしてみたいなというふうに思います。それではまず解説動画の方からご覧ください。どうぞ。はい、後ろ受け身なんですけども、ちょっとコメントを見せていただいたら、その膝の畳み方、着地点、膝を痛めないようにする方法ということだったんですけども、ちょっとうまく、お答えできないんですけども、足に関して言えば握ってる方、攻撃に使ってる方と同側を畳んでくださいねって。あと迷ったら危ないのでもう両足を揃えて着地点で静かにで、前の動画でご紹介したかと思うんですけども、あと稽古方法として構え方でしょうけども、おすすめしてるのはしっかり伸びてしっかり縮むっていうか、回と合っていうか転換法です。ここでしっかり、もちろん激しい投げはまたちょっと後でやるとして、しっかり受け身の人を伸ばしてあげる。肩、脇のストレッチをするような感じで、肩が硬い、もう一つ楽にずーっと伸ばしてあげる。こちらはしっかり持ってて、それにしっかりここ伸ばしてもらう。ここで開きました、伸びました。ここから、ゆっくりしっかり大きく足を引いて、しっかり体を丸めていく。硬いままこう動いていって縮む、伸びる、縮む、そういう収縮っていうか、そういうのを稽古されたらいいんじゃないか。で、少し稽古が進んできたら流れを止めない、ずーっと行けるところまで行って、ここから体を伸ばすね。で、足が段階でやろうかな。向こうにずっと進んでいきますね。最初は自分のいい位置で練習してください。だんだん慣れてきたらずーっと歩いていって、これ以上はいけないなっていうと。さらにはそのまま止まらない、ずーっといける。ここまでいける。自分の足をこの辺で固まらない。そちらもしっかり送ってもらって、ずーっといけるところまでいける。これがだんだん速くなって、戻る時間がないとか。こちらはもう省略形で触れるやいないやこういう形の当て身、もはや指に入ってきたような時には当たってくると、この手を取りついてるような受け身にもなってくるかと思うんですけど、おすすめしてるのはここで大きく開いて、でしっかり足引いて、そういったところでしょうかね。以上です。はい、先生、サインを見せてください。滑り受け身。我々で言う滑り受け身。他の会では違う言い方されたりすると思うんですけ
全然できなくてですね。まあどこから練習を始めればいいのかなっていうのがあるんですけど。ああ、そうですね。別に話すと長くなりますけど、ゴロゴロって転がるやつをやってたら、怒られましたですね。パンパンで立ってこいっつって怒られたことがあって。で、その時、見せてもらったのは、こういう。ただ、よく見かけるのは、合気道部の学生さんなんかがよくやってて見かけるのは、こういう、ゴロっていう、こういう練習をされてるのをよく見かけますですね。個人的には、習ったわけじゃないですね。そのゴロゴロする受け身をやってたら、小学校の根源って言われましたからですね。落ち込んで、翌日の稽古で落ち込んで座ってたら、おもむろに横に来られて、始められたんで、これをしろっていうことかなやったんですけどね。ちょっと話すと長くなるんで、先輩にはただ歩け。手しっかり持ってもらって、ただ歩け。ただ歩け。ただひたすら足を出して。ただひたすら作るしかなかったですけどね。で最近ちょっと個人的に後輩さんがやってて、いいなと思って、それいいなと思ってやろうと思ったのが、相手接触点と床をちゃんとアースしましょうね。どうかなって言われて、それいいよって、実は練習してるんですよ、私も。ここで、ちゃんと彼の手で、ここでアースしてあげてる瞬間がある。その、演舞用のね、派手なやつはガーッと出して、こういう、ガーッと出して、これがいいよくやってましたけどですね。そのアクションじゃない。常に相手とのつながり、自分を通していく。そういうのが感じれるような滑り受け身ができるようになったらいいなと思って、今ちょっとやり直しているところなんです。はい、解説の方を見ていただきましたけれども、後ろ受け身ということで、伸びて縮むっていうのが、一つ。個人的にお勧めしてるのは、そういう会合というか、合気道的な、行だったっけ、ほどくと固まるだったかな。そういう伸び縮みですね。はい。最後の滑り受け身のところはやっぱりまず一人で歯打ちの練習をしてから二人でやるっていう風な段階の方がいいんでしょうか。そうですね。最初何も知らない方にはとりあえず歯打ちをお勧めしてますし、ゴロゴロでやってる方はゴロゴロでいいと思ってますし、あとはいわゆる柔道とか柔術でやる足抜きなんていうのかな、この両手ついたところから足抜くやつなんかも怖い人はいい手ですよっていうかやってますけど、とっさに出ないといけないっていうことですよ、最終的には。そうですね。ここが難しいんですね。とっさに出るかどうかっていう。はい。ここは結構数稽古かなと思いますんで、はい。一人稽古でもできますし、ぜひ参考にしてやっていただければいいんじゃないかなと思います。はい。そうですね。ちょっと当て身の回でもちょっとね。そうですね。受け身なのでいろんなところで出てくると思いますので、はい、これも一つの参考にしていただければと思います。それでは、今回はこれで終わりたいと思います。よろしければいいねボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でありがとうございました。